こんにちは、オセロだよ。以前より X でポストしていた PSP コンソライザーを紹介するよ。かなり荒削りな設計になっているけど、その点はご了承ください。また、元となっている動画とウェブがあるので、概要欄からチェックしておいてね。今回紹介する基板、電子部品、ケースデータはすべて公開しておくので、こちらも概要欄からチェックしてね。それでは紹介していこうか。必要なものを紹介していくよ。CFW 導入済みの PSP2000。私が設計した部品実装済み基板。実装部品についてはこの後に説明するね。ケース。今回は JLCPCB さんへ発注したよ。ケースを固定する M3 と M2 のネジ類。M2 のネジについては PSP 分解で出るものを再利用しても OK だ。大まかにこれらの構成でできているよ。自作設計した基板の実装部品はこのような感じ。電源は USB Type-C。PSP 基板の電池が切れているので、自作基板から電力を供給して RTC を機能させるよ。ESP32 への書き込み方については概要欄にあるリンクの動画やウェブを確認してね。スティックを稼働させるためにデジタルポテンションメータがあるんだけど、これはモジュールを購入し IC だけを移植させているよ。この基板で難しいのは FFC コネクタの実装かな。ピン幅が狭いのでブリッジしないように注意してね。それではドナー君を分解し必要な部材を取り出すよ。必要な部品はメイン基板。これがないと始まらないね。ビデオ出力基板、通信用のアンテナ、電源ケーブル、これらを再利用していくよ。自作基板を組み合わせる前に PSP の基板に細工するよ。スティックを動かすため、基板裏のこの部分に盛りハンダするよ。一番下のパッドが取れてしまったので、基板のパターンに直接配線することにしたよ。次に内蔵電池を取り外そう。電池切れていると思うけど、絶縁性のもので取り外してね。電池が取れたら配線するために盛りハンダしよう。最後に電源ケーブル。黄色い部品は使わないので、手前で配線を切って予備ハンダしていくよ。いよいよ自作基板と組み合わせだ。スティック部分をハンダ付けするけど、詳細は画面のようにしてね。公開している基板は動画と異なる可能性があるからシルクプリントを確認してね。次に電池。 PSP 基板の下がプラスで上がグランドなので、そのように配線するよ。そして LED 部分。動画では PSP 基板に残っている LED にハンダ付けしようとしているけど、 LED を取り外して画像のようにハンダするといいかも。
最後に PSP 基板へ電源供給するために配線するよ。コネクタの左側が 5V、右側がグランドになるよ。これで一通りの組み付けは以上で、電源 LED が入るか確認してみたよ。これらの部品たちをケースに入れる前にもう一作業するよ。アンテナの組み付けや出し方向は画面を真似てね。コントローラーをつなぐため3箇所にリボンケーブルを組み付けよう。左から順に10ピン、10ピン、14ピンになるよ。一番左については B タイプのリボンケーブルを採用したよ。そしてボタン電池を組み付け、ケースへ組み込もう。ケースへ先にビデオ出力用の基板を組み付けるよ。その後、先ほどまで作成したモジュールを組み付けるけど、ビデオの基板とはまるように上から押し込もう。アンテナについて変な形で噛み込まないようにしてね。あとは自作基板とケースの穴の位置を合わせネジを締めていこう。そして PSP 基板にもネジ締めできる箇所があるので忘れないようにしよう。すると見た目はこのような感じだよ。それでは最後に蓋をネジで固定しよう。クリアシェルなので少し見栄えは良くないかも。個人的には色付きのケースがおすすめだよ。これで組み付けは以上。外観チェック。正面、右側面、背面。 PSP の基板がリボンケーブルで押され傾いているね。よろしくない。左側面、メモリーカードが指で押し込みきれない。よろしくない。ケースについては改良が必要だね。さておき、動作確認をしよう。モバイルバッテリーから電源を供給。ビデオケーブルはハイパーキンを使ったよ。それでは電源を入れ、初回起動はこんな感じで画面表示まで時間がかかるよ。コントローラーは Bluetooth 内蔵しているので PS4 のコントローラーを使うよ。
ペアリングが完了すると自作基板の LED も点灯するよ。それでは PSP の時刻合わせをインターネット経由で行ってみよう。無事に設定できれば OK だ。ボタン電池から電力を供給しているので USB 電源がなくても大丈夫だ。操作確認で十字キーと丸×は問題ないね。ゲームを起動して残りのボタンも確認。スティック、四角、L、R、三角もご覧の通り反応しているよ。問題なく遊べるね。いかがだったかな。荒削りの基板ケースだけど一通り機能は満足していると思うな。電子部品については特殊なものもないので低予算で作成できるのも魅力的だと思うよ。データは公開しておくので好きに解析してカスタマイズしてね。この動画が面白かった、参考になったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をしてね。動画の頻度は落ちているけど今後も興味あるものは投稿していく予定だよ。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。